は、イルカです。スタイロサンドイッチ工法のキャンピングシェル無事に積み込みまして荷台に固定しまして、ようやくテスト走行です。ほとんどねスタイロフォームだけで作ったんで文化祭の大道具じゃないんですけども、風に煽られたらバラバラになるんちゃうやろこと自分でもちょっと半信半疑なんですけれども、もうねここまで来たら後戻りできません。これからテスト走行行ってまいります。キャンピングシェルを巡る冒険にお付き合いください。今日は風もあんまりないんでね、風の影響を受けないですね。今時速40キロ、全然違和感はないです。積んでない時と全く変わらない。周りの人から見れば冷凍車か何かに見えると思いますね。特にね二度見されることもあんまりない。背高いとは思われるかもしれんけど、ここ少し踏切でデコボコするところです。一旦停止をきっちりして少しデコボコして、ここら辺も路面がちょっと荒れてますね、工事の影響で。今時速50キロですね。時速50キロ、特に違和感はないです。加速不良は全く感じないです。全くと言ったらあれやけどそれ分からないですね。キャンピングシェルはロープで固定してあります。ターンバックで固定するっていう方法もあるんですけれども、少し遊びって言いますかね、ガチガチに固めるよりもロープなんかで荷物を縛るような感じで止めた方が良いのではないかと思ってそのようにしています。しっかり止まっているようですね。特にガタガタいう音もなく、きしむような音も全くないです。意識しないと積んでいることを忘れるような感じですね。ほとんど普段と変わりのない加速が、遅いということもない。上り坂ですが特に普通と変わらないですね。この辺はちょっとシフトダウンしないと登らないですね。いつもそうですね。ちょっと重いかな。で、カーブも緩いんでロールはそんなに感じないですね。路面からの突き上げがあるほど荷台が沈み込んでるほどでもないので、ちょうどいいぐらいの重さかかってるっていうのが普段空の時よりもかえって弾まないから落ち着いた感じですね。この辺も路面荒れてますけども後ろが弾むような感じは全くないです。タイヤは、3キロぐらい入れてます。少し空気圧高めに入れてます。いつも 2.5 ぐらいですけども高めに入れてます。ちょっとこの辺ね路面が荒れています。前の車見たら弾んでいるのは分かると思いますが、こちらの車はそんなにね弾んでないと思います。後ろからドライブレコーダーを積んだかみさんの車が後ろから撮影しているんですけれども、後でそれ弾んでるかどうかちょっと確認したいと思います。サイドミラーで見る限りはロープとかも緩んでる感じしないし、きっちり、キャンピングシェルは固定されてる感じです。きしみ音すらない。ちょっと一車線になって狭いですけど、下の画面は後ろからついてきているかみさんの車のドライブレコーダーの映像です。荷台の弾みはあまりないと思います。これから少し山道に入ります。カーブ、緩いカーブなんでね、ちょっとそうやな、ロールは全然とは言わんけどもあんまり変わらない感じですね。すごい道ですね。どうですかね。一車線ちょっとね
これまあ林道に近いな、林道と言ってもいいぐらいの道ですね。まあ去年の台風でね、杉がたくさん倒れてしまいました。こういうとこ怖いですね。離合です。まあ慣れた地元のトラックですね。まあちょっとねこれ狭いですねどう考えても狭い。まあ凸凹の林道のような細い道です。去年の台風の爪痕が残っていて、画面にはあまり映っていないんですが、至る所で倒木や土砂崩れがあって路面も荒れていて、復旧工事がまだ続いていました。かなり深刻な状況だと思います。林業被害がここまであったことは知らなかったです。まあね、高さは高いけどね、幅ないんで全然こういう細い道でもね特に不安はないですね。いつもと変わらず。ようこんなとこ走ってる人いるなって。うわ、凸凹だ。ちょっとねやっぱり急なカーブはロールがありますね。普通よりもたくさんロールがある感じしますね。だけどそんな気を使うほどではない。まあ林道みたいなとこ行きましたけど、特に不安感はなかったです。まあ一旦帰ります。これ木の枝とか大丈夫かな。木の枝はちょっと注意しないといけませんね。こういうところまあ大丈夫や。ああ、これ花屋さんの径、これとどっちが高いか後でドライブレコーダー見て比べたいですね。これどっちが高いのか。でも一応法律ギリギリ作ってるんで、うちの方同じぐらいか、またはうちの方が高いか、どっちかでしょうね。向こうの方が高かったらちょっとまずいことになりますよテストを終えて帰ってきました。全体見たところ歪みとか、亀裂はありません。ロープの張り具合も、ほとんど変わりませんね。ここの隙間ですね、こうギリギリまで前に寄せていますけれども、これも変わりません。スバンクとキャビンのクリアランスも全く異常はありません。歪んでる感じありません。まっすぐです。どこにも目地の切れとかですね、亀裂ありませんね。異常は全くないです。ロープもきちんとテンションかかってます。後ろから見ても全く問題なく、特に異常がなかったんで、これから高速に向かいます。今日は特に風が強いというような日ではないんですけれども、台風15号の余波といいますか、台風15号は東の方にそれまして、こちらは関西地方なんですけれども、特に、台風15号の影響はありませんけれども、普通の日よりは多少風は強いかなという程度ですね。上りの旗なんかもちょろちょろ揺れています。暑いですね。それよりこれ夏も、これね霧吹きかけてね、扇風機と霧吹きで、これクーラーエアコンないんでね、扇風機と霧吹きでなんとか夏場はしのいでます。私はこの車を愛しているので全然苦にならないんですけれども、かみさんは絶対もう
夏場にこの車乗るのは嫌だと言ってますね。エアコンがついてませんので、サウナ状態って言いますか。キャンピングシェルの中はさっきちょっと入ってみましたけれども、全然マシです。断熱材、スタイロフォームが効いてますんで、こちらの車のキャビンの中の方がずっと暑いです。でキャンピングシェルの中はほぼ気温と同じです。窓を開けたらもう完全と気温と同じになります。で壁も全然熱くなってないし、断熱材が効いているということですね。もうすでに山道とか細い道とかも、あるいは舗装がですねかなり傷んだようなガタガタ道、そういうところも走って歪みとか亀裂とか、そういう分解するようなことは全くありません。でロープが緩むこともなく、バスが曲がってきましたね。歩行者もいるし非常に危ないですが、市バスは慣れていますね。これなんであんなでかいのに簡単に曲がれるんでしょうかね。びっくりしますけどね。神業ですよね。大型2種の運転手の方の運転っていうのは本当にプロの技術を感じますね。なんていうのかな、びっくりする。とてもじゃないけど真似できないっていうね。普通のこういう道を運転する限りは荷台にちょっとした荷物を積んでるっていう感じですかね。百数十キロですので、そんなに重くないので、サスペンションが沈み込んで突き上げが来るとか、そういうことは全くありません。暑いな。せめて日陰になってほしい。霧を吹きかけてなんとか熱を冷まさないと。霧と扇風機でもう涼しい、もう滝壺にいるような感じになりますね。というのは全く嘘ですけど、いよいよ名神高速道路入ります。でここはねまだ40キロなんですよ。でこういうところでよく取り締まりしてるんですよね。ひどい話ですよね。ここはスピード出してはいけない。はい、ETC 通りました。はい、加速します。50。前の方でちょっと遅いトラックあるな。ここで上りなんですよ。だからすごい辛いとこなんですけども、今60キロかな。トップ入れてますけどね。あんまり回してないですけど、合流は普通にできます。ちょっとねベタ踏みに近い、ベタ踏みではないけど、今75キロ、ハンドルはブレていません。全くブレてへんな。高速道路全然問題ないですね。左右のミラーを見ていますが全く問題なし。70キロなんで、それと制限が80なんで80以上は出せないですね。風もないんで特に問題ないですね。車の車列を乱すようなことはないですね。トンネルです。全く安定しています。大津インターで一度ちょっと見てみますわ。サイドミラーで見る限りは全く大丈夫ですけれども、脚立も積んでいますんで、屋根とかですね、バンクのクリアランスとか
いろんなとこ亀裂入ってないかとか、歪んでないかとか、風圧はかなり受けてると思いますんでね、ちょっと大津のパーキングで調べてみます。まあ最高今80キロ一瞬出たと思いますね。今75キロぐらいですけれども、ちょっと大津のサービスエリア、ここでちょっと点検をします。80キロで走りましたけれども、特に、ロープが緩んでいるということもなく、塩ビ板の目地もどれも亀裂が入っているとか、それからこの見た感じね、歪んでるところもないですね。特に問題はないようです。そうですね、天井、まあとにかく亀裂はないですわ。特に問題ない。バンクの付け根、違和感なしですね。バンクとキャビンのクリアランスも全く問題なし、変わりません。最初と変形はしていません。高速道路も特に80キロまでなら無理なく行けるようです。ちょっとここから次のインターまでもう少しスピード出せるようだったら出してみます。40キロ、まあここはね下りなんでね、トップで行きます。60、70、80、75ですね。今80キロです。今制限速度は100になっています。で今85ぐらいかな、80、ちょっと左右に、振られる感じはしますけれども、まあ風も多少ありますんでね。しかしこういう時はハンドル見てもらったら分かると思うんですけれども、ハンドルほとんど動かしてないぐらいの、そんなぐらいの振れ方ですね。それから、こういう時は目線をできるだけ遠くに持ってくると。遠くに持っていったら車線、どんだけ揺れたか、どんだけずれているかっていうのがすぐに分かるので、すぐに対応できるんですね。目線が近くなると、対応が遅れてハンドルを大げさに切ったり戻したりを繰り返してしまうので、左右に蛇行してしまうことになります。まあ、多少ね振られてますけれども、今80キロでずっと巡航しています。今もう80キロ、100キロいっぺん出してみようか。ちょっと上り坂でちょっとしんどいかな。風の抵抗が強いのかもしれません。それと横に今大きな車が、抜かそうというところですが、風圧をもちろん感じるんですけれども、全然その煽られる感じではありません。そんな別にね普通ですね。ちょっと前が開けたんでスピードちょっと出してみようと思いますが、ちょっとね90、今90ですけれども、さすがにねちょっと怖いかな。
なんかフラフラしますね。やっぱり90以上出すとね。横に大型車すれ違いましたけれども、特に問題はないけれども、90ぐらいだったらやっぱりフラフラしますね。風の影響多少受けますね、やっぱり。ただ目線を遠くに持ってくれば蛇行することは特にありません。ただね、80が限界ですね。ちょっとね、90となると、今もね、85キロ、90近いんですけれども、ちょっと不安定な感じですね。でもこういう直線の道でしたら、そんな大きな不安感ないし、左右のサイドミラー見ても全然問題はないようですね。今90キロですね。ちょっと下り坂なんで90キロまでスピードは出ましたけれども、バンクのところで相当風をまともに受けてますんでね、これ以上あんまり出さん方がええかなっていう感じはしますね。近江富士が見えてきましたけど、もちろんね、左右に風で振られてますけれども、その目線を遠くにすれば蛇行はしません。特にハンドルで大幅に修正しなければまっすぐ行けないということもありません。今約90キロですね。85キロ、80キロから85キロぐらいだったら、ほとんど全然問題なく高速巡航できます。帰りはね、地道で帰りますわ。特に、他の車にですね迷惑をかけるということもなく、80キロで走っても問題なく巡航できました。近江大橋を渡ります。近江大橋は遮るものがないので風の影響をかなり受けると思いますけれども、時速60キロぐらいです。橋の上なので風はかなり強いとは思いますけれども、特に問題はありません。もちろんね、60キロぐらいなんで特に意識しなくても問題ないですね。こういうね、渋滞の時にね、こういうね、うちわをね出すんですよ。入れてください。で、こういうコミュニケーションはね大事ですね。こういううちわをね1枚作っとくとねいいですよ。すみません、ありがとう。これパッと出してね、今のおじさんにこやかに入れてくれました。最近ね、車の窓あんまり開けないでしょ。エアコンが効いてるから。運転手同士でのコミュニケーションっていうのをきちんと取っとけばですね、その割り込んだとかどうとか言って、煽りとかそういう問題も少なくなると思うんですけどね。いざこざとかね、警笛鳴らしたとかパッシングしたとかね、そういうんじゃなくてもちょっとしたねコミュニケーション取ればね問題はないと思うんですけどね。こちらは大津市内ですけども、比叡山中腹を越えて京都市内に向かう山中越えという道を通っていきます。山中越えはちょっとしたカーブのある山道ですね。六甲山ほどではないけれどもぐねぐね曲がるカーブが連続しています。それでその昔ですけどね、ローリング族とかがドリフト走行とかよくしていました。今はね全然そんな見る影もないですけれども、ぐねぐね曲がる山道なんで、ちょっとこういうふうな背の高い車ではコーナーではロールが心配かもしれません。しかしもちろんスピードを出さなければ
全然そういうことも起こらないし、これちょっとやっぱりロールきついかな、ちょっとな、どうでしょうね、重心若干高いんで、もちろんね130キロ約40キロというそういう重さなんで、それほど大した問題ではないとは思うんですけどね。でそれとですね、この道は比較的慣れた人が通る道なんですよ。地元の例えば一番てっぺんのところに比叡平という、団地があるんですけれども、その団地に住んでる人とかが毎日のように通ってる道なんで、みんな慣れてるんですよね。だから割とこのスピード出すとこういうバスまで通るんですけど、京阪バスですね。前の車は結構安全運転ですけれども、多分慣れてる人だとは思いますけれども、前の車そんなスピードは出していないけれども、慣れてる人ですよね。多分毎日のように通ってる人かもしれませんけど、こういうぐねぐね道がですね非常に続きますけれども、ちょっとねロールはやっぱり何も積んでないよりはロールは強いようですね。急なコーナリングはやめた方がいいですね。こういう急なカーブはかなりスピードを緩めないと怖いですね。ちょっとね、ロールは多少強いですけれども、それはよほど急なカーブで普通に曲がろうとすると横滑りせんとこけるそうな感じはありますね。確かにそれさえ気ぃつけてたら、そんなきつ曲がることをしなかったら全然問題ないし、こういうカーブですね。こういうカーブは割とスピードを控えめにしてですね、セカンドでねこういうきついカーブは回って、ここらもねきついヘアピンですんでね、セカンドでね前の車の方が多少早かったですけれども、今はその前のだいぶ前の方に重機を積んだトラックがありまして、非常にゆっくり走ってます。この人やっぱり比叡平の人ですよね。このカメラ一遍上につけてみますわ。屋根に吸盤ベースでカメラを取り付けました。音は風の音ばっかりだったので消しています。カーブの G とか風で天井が変形したりめくれそうになったりすることがないか観察しようと思ってつけました。2階建てバスの2階席みたいに高い目線から景色を見てみたいというのもあったんですが、こんな感じになりました。だいぶブレが気になります。こういう撮影も面白いので、もうちょっと見やすいように工夫して、いずれまたやってみたいと思います。ちょっと試しにやってみました。ご視聴お疲れ様でした。キャンピングシェルを巡る冒険にお付き合いありがとうございました。町内一周に始まりまして、市街地、それからちょっとした山道、そして凸凹の林道ですね、さらに高速道路20キロ、100キロは出せませんでしたけどね。それから最後は山中越えと、約6時間全行程180キロ、
そのうち高速道路20キロ走って帰ってまいりました。下手な実況をぐだぐだやっておりましたけれども、総じて評価しますと、自分としてはね、非常に満足のいく結果になったと思ってます。ほとんどの不安は払拭されましたね。もちろん崩壊してませんし、目地の亀裂もありません。バンクとキャビンのクリアランスももちろん変化していません。どっか膨れたりへこんだりしているところもありません。つまり短期的な強度としては全く問題なかったです。もちろん経年劣化とか、長期的にどうかっていうのは今後見ていかないといけないと思いますけれども、とりあえずは大丈夫ですね。クリアできました。重さについては普段の運転とほとんど変わりないですね。軽量化の効果は出ていると思います。もちろんまだ内装もやってないし、何も積み荷もしてませんので何とも言えませんけれども、軽量化の効果は確実にあると思います。あとはですね、横からの受風面積が大きいので、高速道路の走行不安だったんですけれども、時速80キロまでは大丈夫ですね。それ以上になるとちょっとしんどいですけれども、それはね、風の影響はもちろんあるんですけれども、なんか振られる感じはあるんですけれども、目線を遠くにやるとか、そういう運転の仕方でカバーできる範囲でした。ただそれ以上のスピード90キロ以上とかですね、100キロは出せませんでしたね。なんかどう言うたらいいのか、ハンドルの手応えがね、軽なるっていうのか、ふわふわした感じがして、なんかやばいなっていう感じが、いかにもやばい感じがしてきたんで、もう100キロは出せませんでしたね。ほんまちょっと雷になってきて、ほんまアバウトな表現で申し訳ないんですけれども、私はねちょっと90キロ以上のスピードでは走る気がしません。それとですね、ぐねぐねの山道、山中越えですね、そういうところではロールは大きめですね。やっぱり遅い車やっていう感じで思われるほどではないですね。ちょっと安全運転の車かなという程度です。そんなとこですね。今後は内装をですね、とりあえず簡単にやって、すぐ秋の良い季節になったらとりあえずどっか行って泊まってみたいと思います。もう再現されても問題ないと思いますんで、こういう窓とかですね、後ろのドアの作り方、それから雨漏り対策ですね、そういったことも全部記録してますんで、ちゃんと編集して、近いうちにシリーズでアップしたいと思います。何分野暮用が多いんで YouTube を合間合間にやってますんで、更新は相当呪いですけれども、これに懲りずにお付き合いいただけましたら嬉しいです。またコメントもいただけましたら幸いです。最後までお付き合いありがとうございました。それでは失礼いたします。